はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。家で焼肉したいけど、どの焼き台を使えばいいかわからない。そんな人の参考になればと思い、今日も良さそうな焼き台見つけてきました。一人用のコンパクトな焼き台は使い勝手良さそうです。あれでもこれ、どこかで見たことあるな、思い出せない。とりあえず早速やっていきましょう。今日用意したのはこちらです。一人焼肉用の焼き台です。一人焼肉しませんかのキャッチコピーもなんだか惹かれますね。あれこの形、どこかで見たことあるなと思ったら、ラクレットグリルとか焼き鳥台、せんべろセットとかでも同じ形で名前が違う商品がありますよね。他の商品だとスキレットがついていたり、網がついていたり、とっくりや深い容器がついていたり、できることが違うみたいです。本体は一緒ですが、値段はバラバラです。こうした本来の使い方とは別な使い方で売って定番になった商品って色々ありますよね。身近なものだとティッシュもそうかもしれません。ティッシュはもともと第一次世界大戦中にガスマスク用のフィルターの代用品として使われていました。第一次世界大戦が終わり、アメリカで大量のティッシュが余っていました。その頃女性たちはメイク落としに布やタオルを使っていたので、洗う手間がかかったり不衛生な状態になりやすかったそうです。それをキンバリー・クラーク社がメイク落としの消耗品として布やタオルの代わりにクリネックスティッシュとして発売しました。その後お客様の声を聞いていると、使い捨てのハンカチとしてティッシュを使っているという声を聞き、メイク落としのタオルの代用品ではなく使い捨てのハンカチとして宣伝したところ、飛躍的に商品が売れるようになったそうです。この鉄板は外せません。同じ商品でも切り口を変えるだけで売れるようになるって面白いですね。そう考えるとお客様の声に耳を傾けるのもとても大事ですね。この商品は2段構造になっていて、上の段でお肉を焼くことができるし、下の段でも野菜などを焼くことができます。以前紹介した簡易焼き鳥台と似た構造ですね。この中央の電熱線が熱くなり、鉄板を温めお肉を焼くことができます。以前の焼き鳥台の時は油っぽい部位を焼くと電熱線に油が落ちて火が上がりましたが、鉄板ならその心配もなさそうです。こちらの商品も温度の調整などはなく、電源のオンとオフのみのシンプルな作りです。やっぱりこういった一人用の焼き台の難点として、ちょっとコンセントの線が短いですよね。かといって長くても邪魔なので、この長さ問題は意見が分かれそうです。電源を入れてみると一発目だからか少し煙が上がりますね。それではお肉の準備をして早速使ってみましょう。いただきます。今日はオエノンが発売する昔懐かしいメロンソーダサワーを飲んでみましょう。このレトロな感じのパッケージが可愛いですね。パッと見お酒だとは思わないです。お子様の手の届くところに置かないでくださいと注意書きもあります。これは小学生とか間違いそうですよね。グラスに注いでみるといい色をしています。メロンソーダに比べると色は少し薄めですね。味は完全にこれはメロンソーダです。これはジュース感覚でごくごく飲めちゃいますね。それではまずはタンから焼いてみましょう。2枚頑張れば3枚焼けますかね。下の段ではネギをスタンバイしておきます。映像だと伝わりにくいですが、焼き台の周りに結構広範囲で細かい油が跳ねます。火ではないので燃える心配もないと思うので、外側に新聞紙とか敷いておくのも手かもしれません。火力は若干弱いです。やっぱりこういった電熱線タイプはガツガツ食べたい人には向かないかもしれません。じっくりと焼くので失敗が少なく、飲みながらとかでやるにはいいかもしれませんね。次は少し厚さのあるカルビを焼いています。これくらいのサイズなら3枚並べて焼けますね。焼けるのに時間がかかります。しっかりと中まで火が通っていて柔らかくジューシーです。空いたスペースで大トロホルモンと白衣も焼いていきます。下の段のネギもじわじわと焼けてきてます。ネギうま。遠からず近からずの絶妙な距離感で上から熱して下の鉄板も熱くなるので、じっくり中まで火が通ります。一番好きなタイプのネギの焼け具合です。外は少し焦げて中はぐちゅっとしている感じ、いいですね。時間はかかりますが、白衣も大トロもカリッと焼くことができます。この焼ける時間がかかるのがちょっと難点です。ご飯食べるというよりはゆっくりつまみとして焼くってイメージの方がいいですかね。今回2000円くらいだったので、値段を考えたら全然ありですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。
食べ終わったので少し冷まして焼き台を洗います。この上の鉄板は取り外せるけど、下の鉄板は外せません。上の鉄板だけ洗います。こびりつきもなくかなり綺麗になりますね。下の段は綺麗な布巾などで拭いて完了です。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。一人焼肉いかがでしたか？いろいろな焼き台があるので、また機会があれば試してみます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。